ハンナちゃん、シェリーちゃん、会いたいよ。今の音は。これ。エマさんがこれを見つけたとき、私はもうきっとこの世にいないと思います。ハンナさんを殺してしまった後、急いで書いています。裁判は生き残るために本気で臨むつもりですが、エマさんには勝てないような気もしてて。だからこれはまあ、遺書のようなものだと思ってください。ウンディーネの名を調べてください。私が建物移動させようとした際、土台が固定されて動かせなかったんです。そこだけ明らかに違うのが分かりました。時間がなくて何があるのかまでは調べられませんでしたが、もしかしたら大きな手がかりを得られるかもしれない。何をって言われると困ってしまいますが、エマさんならきっと真実を見つけられます。私の代わりにこの忌々しい牢屋敷の真相を暴いちゃってください。それが私の願い。何かあるはずなんだ。ここにきっと。シェリーちゃんが託してくれたんだから見つけるんだ、今度こそ。本当にあった。ここに一体何が。行ってみよう。まずは調べてみるしかない。エレベーター、外に繋がっているかもしれない。この先にきっと何の部屋だろう。何なんだろう、この施設。なんだか研究所みたいだ。とにかく調べてみよう。なのかちゃん。なのかちゃんは何者なの。どうしよう。このままだと投資するかも。
なんとか脱出できた。そろそろ就寝時間だし、一度牢屋敷に戻ろう。あの地下施設は一体何だったんだろう。位置的には牢屋敷の真下にあった。もう一つ気になったのはあのファイル。わからないことばっかりだけど、あの地下施設はきっとまた行けるはず。明日もう一度行ってみよう。よーし。待って。なのかちゃん？一体どこへ行くつもり？ウンディーヌの間に行こうかなと。何のために？少し中を調べてみようかなって。あなたは昨夜も長時間ウンディーネの間の中にいた。あの部屋はさほど広くないのに、何をそんなに調べる必要があるの？昨日も見てたんだ。あんなに慌てて中に入っていったんだもの。注視する必要があるでしょ。ウンディーネの間に何があるの？なのかちゃんは一体何者なの？信用していい相手？なのかちゃんは味方だ。僕は信じる。中で隠し部屋を見つけたんだ。それが地下にある謎の施設と繋がってて。本当なの？うん。私も調べさせてほしい。ただ隠されていたのなら牢屋敷にとって都合の悪い場所ではありそうね。二人揃っていくのは危険かもしれない。いつ監視に見つかってもおかしくない。そうかも。なら僕が外を見張っておくよ。隠し部屋の行き方は教えるから。あ、施設の中は冷凍庫みたいな寒さだったから気をつけて。そこまで私を信用していいの？なのかちゃんは僕らの仲間だよ。同じ境遇なんだから助け合っていこうよ。桜庭エマ、あなたはお人よしね。わかった。あなたに背中を預けるわ。ただ勘違いしないでほしい。これは取引。取引？私はあなたを利用する。だから何かあったらあなたも私を利用して。そんな利用なんて。僕約束するよ。絶対なのかちゃんのこと信じるって。なのかちゃんが僕のことを信じて背中を預けてくれるなら、僕だって君のことを信じる。取引ってそういうことだよね。あなたたちとなら。え？なんでもない。さっさと行きましょう。この辺りは瘴気が濃い。大昔に魔女がこの周辺で人間からひどい目に遭わされたから。魔女ってこの牢屋敷に昔から住んでたっていう魔女たちのこと？ええ。思いや思念が強いものに触れてしまってほんの少しだけ見えてしまったの。この牢屋敷に大昔に住んでいた魔女たちの暮らしが、その悲惨な歴史が。この島は大魔女を中心に魔女たちが仲良く暮らしていたところよ。けれどある時、違う種族である私たち人間に島が見つかってしまった。魔女たちは人間と仲良くしようとしたけれど、人間はそうではなかった。自分たちとは違う異種族を警戒し排除しようとしたの。そして大魔女の抵抗むなしくこの島は侵略され人間の手に落ちた。きっと仲良くしようとした魔女の心をうまく利用されたんでしょうね。とてもひどいことが
魔女たちに対し行われていた。同情はしないわ。私たちには関係ないことだもの。今が8時ね。2時間くらい待って戻ってこなかったら、私のことは忘れてちょうだい。そんな。大丈夫。私は必ず黒幕の証拠を見つけて帰ってくるから。もう10時か。そろそろ時間だけど、なのかちゃん大丈夫かな。やっぱり僕も一度様子を見に行った方がいいのかも。またやらかした。なのかちゃんと連絡先交換しとけばよかった。殺人事件？そんな、一体誰が。ああ、エマちゃんも来たわ。まためんどいことになった。マジ勘弁してほしいんですけど。なんでアリサちゃんが。アリサさん。なんで。皆さんお揃いですかね。黒部なのかさんは相変わらずいないようですが、というわけで見ての通り殺人事件が発生しているので魔女裁判を執り行います。残りの人数も少ないですし、そんなに悩む必要もないですよね。裁判は正午からにしましょ操作させる気ねえだろお前。う。いやまあ嫌な時間は早く終わらせたいですよね。今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑。特定できなかったら全員処刑も変わりませんので、本来は外出禁止時間ですが、捜査の間は出入り自由とします。では頑張って犯人を特定してくださいね。アリサちゃんを殺した犯人の捜査。マーゴちゃん、ココちゃん、メルルちゃん、それにこの場に来てないナノカちゃん。あまりにも人数が少なすぎるよ。でもアリサちゃんが殺されたのなら、僕は真実を見つけないと。アリサちゃん。アリサさんは誰かに処刑されたのでしょうか。処刑。やっぱり何より気になるのは、
これって電気椅子だよね。電気を流して殺す処刑方法に使われる。そうだと思います。背部にスイッチがありますし。アリサちゃん、髪や服が湿ってる。どうしてだろう。僕らはアリサちゃんを見ても死因がはっきりわかるわけじゃないけど、やっぱり電気椅子の電流が死因なのかな。エマさん、これ。これはやけど？それに魔女化が進んでいるみたいです。まるで慣れ果てみたいだ。これは一体何だろう。これってローかな。本当ですね。使用済みのろうそくのかけらでしょうか。アリサちゃんが使ったのかな。アリサちゃんの周辺一通りは見たと思うけど、アリサちゃんはどうして処刑台で？これまで僕らは何度か処刑を見てきた。誰かが処刑されるとき、もともとある台座が地下に降りて、違う処刑台が地下からせり上がってきた。仕組みがはっきりわかるわけじゃないけど、機械仕掛けだよね。アリサちゃんをこんな目に遭わせた犯人がいるなら許されない。エマさん、大丈夫ですか？大丈夫。僕は他の場所に捜査に行くよ。わかりました。無理はしないでくださいね。うん。ありがとう、メルルちゃん。エマちゃんもそうさよね。なんだか手慣れてきているように見えるわ。こんなことになれたくないよ。そうね。何度見てもショックが大きいわ。今回は私が最初に見つけてしまって、さすがに悲鳴を上げてしまったの。マーゴちゃんが第一発見者だったんだ。今朝裁判所を覗いたのは扉が開いていたからよ。本当に何気なくだったの。ただその時には電気椅子もアリサちゃんもいなかったわ。そうなの？ええ。裁判所に自由に出入りできるチャンスはめったにないから、朝食後にもう一度調べに行こうと思ったの。そうしたらまさかアリサちゃんがあんなことになっているなんて。うん。信じられないよね。桜庭エマさん、宝生マーゴさん、黒部なのかさんを見かけませんでしたか？私はもう数日見ていないわ。僕も。私は他のところを捜査に行くわね。やれやれ、困りますよね、まったく。裁判が始まる前には見つけないと。国長ってナノカちゃんのこと本当に探してたんだ。あ、国長待って。何でしょうか？手短にしてくださいね。私も忙しい身なので。アリサちゃんが座っていた電気椅子のこと教えてほしくて。ああ、昨日話しましたよね。電気椅子に不具合があって本日の午後メンテナンスする予定だったんです。そのために出しておきました。
じゃあテンキースは昨日の時点で裁判所に出ていたんだ。あれは背中についてるスイッチを押せば電気が流れるの？ええ。しかし作動には手順が必要です。まず高速ボタンを押して囚人を拘束します。拘束がきちんとされていなければ起動スイッチを押しても作動しません。またその状態でも起動にはパスコードが必要です。結構複雑な手順が必要なんだね。もういいですか？本当に忙しいので。待って、もう一つだけ。処刑台の仕組みを教えてほしくて。見ての通りですよ。処刑台は台座とユニットになっていて入れ替わる仕組みです。昇降の動作自体は私が持っているコントローラーか地下の操作盤で操作できます。魔女が処刑台で処刑されて降りていった処刑台はどこに行くの？まあそれくらいなら教えて差し上げますが、地下に冷凍室があるんです。処刑された魔女たちはそこに冷凍保存しています。地下の冷凍室？魔女は死なないですから、そうやって保存しているわけです。そういえばマーゴちゃんにさっき処刑台が下がってたのを見たって言ってたけど。ねえ、そうみたいですね。履歴が残っていました。昨晩の21時あたりに何度か動いて今朝の9時に上昇したようです。それまで地下にあったみたいですね。そんな予定はなかったんですが、一体誰があげたやら。やれやれ、困りますね。処刑台の昇降記録、マーゴちゃんの言ってたことは本当みたいだ。あ、ココちゃん。なんあてし夢見が悪くてテンション最悪なんだけど、楽しく話す気にはなれねえかな。アリサちゃんが死んじゃって楽しく会話なんてできるわけないよ。ほんと最悪な気分。寝直したいけど裁判まであんま時間もねえしな。ココちゃんの方でアリサちゃんの事件に関して何か気づいたこととかないかな？ねえかな。どっちかっていうとちょっとホッとしたかも。あいつ明らかに魔女化進んでてあてし殺されるかもって思ってたから。でだからってあてしが殺したわけじゃねえからな。眠だるー。もうほんと毎晩寝れなくてさ。メルちゃんがくれた薬全然効かねえんだけど。裁判が始まる。アリサちゃん。
裁判するなんて。なのかちゃん来ないよ。どうせあいつが犯人なんじゃねえの？なのかちゃんはそんなことしないよ。まだそんなこと言ってんのかよ。どれだけかばっても誰かが犯人なんだろうがよ。なのかさん抜きで進めてしまっていいんでしょうか。そうですね。困りましたね。ただ探しても見つからなかったので仕方ありませんよね。4名で始めてしまいましょう。それでは魔女裁判開廷です。